ているの使い方。まず1個目、状態動詞。いるとかあるですよね。その通り。じゃあこの会話何がおかしい？ねえ、今どこ？今家にいてる。今家にいてるっておかしいな。そうだね。ているは今それをしてるって意味だと思うけど、なんでこれはおかしいんだ？基本的に動詞の辞書形は未来や習慣、常識なんかを表す。そうですね。今夜映画を見るは今じゃなくて未来にするって意味だし。そう。でも、状態動詞は辞書形で今を意味するんだ。そうか。じゃあ状態動詞にているをつけることはないですか？基本ない。なるほど。ちなみに状態動詞って他にどんなものがありますか？必要って意味のいる、値する、違う、そしてできるも状態動詞だね。そうですね。彼の行動は尊敬に値するは尊敬に値してるとは言わないもんな。そういうこと。状態動詞は辞書形で今。で、ているはつけないですね。じゃあ次の動詞の種類に行ってみよう。動詞の種類に動作動詞。この会話何がおかしい？ねえ、ゲームしよう。無理。今仕事する。え、今仕事する？辞書形は未来だから、今ならている。会話だといを抜くことが多いから、仕事してるですよね。その通り。動作動詞は辞書形で未来とか習慣。ているで今現在を意味するよ。そうですね。今 A さんと僕は話してるし、日本語を勉強してるとも言えます。そうそう。今マックにいたら、今マックで食べてるって言えるし。映画見るだったら、今映画見てるって言えますね。これは簡単ですね。そうだね。じゃあ次に行ってみよあれはシャルナークがちょっと悪いよね。うんこかとか言うからさ、ポルトビがうんこしてる最中にやられたみたいな感じになっちゃってるけど。化粧かとかならね。動詞の種類3、変化動詞。変化？動作とどう違うんだ？じゃあこの会話何がおかしい？新しくできたイタリアン行こう。水曜定休日じゃないっけ？あ、空いた。なんか空いたは変な気がする。そうだね。動作動詞はているで今現在。でもこれは店が開いたのは過去なのに開いてるが自然に聞こえる。その通り。変化動詞は何かが起こってその結果が続いてるってこと。だからその結果が続いてるときは実際にした後でもているを使うってことですね。そういうこと。変化動詞の例では床に本が落ちてるとか店が閉まってるとかがあるよ。じゃあ多形は使わないの？いや、使う。どういうことだ？じゃあ時間の流れを見ようか。動作動詞は未来が食べる。で、今食べている。で、過去に食べた。で、時間の流れだね。そうですね。変化動詞は？変化動詞の場合は、車が止まる。車が止まった。で、車が止まってる。変化動詞はそれが終わった瞬間は多形だけどその後はているなんですね。その通り。じゃあ止まる瞬間を見てなくてただ車に気づいた時は車が止まってるですか？そういうこと。なるほど。じゃあもし車が走り出したらまた止まったですか？いや、その結果が終わると、止まってただね。なるほど。てたになるのか。動作動詞はそれが今続いてるって意味で分かりやすいけど、なんで動作動詞と変化動詞でているの違いが出るんですか？基本的に変化動詞は動作動詞と違って、アクションに時間がかからないものが多いからね。なるほど。
食べるとか見るはその行動を続けられるけど、吐くとか落ちるって一瞬ですもんね。そういうこと。だから変化動詞は瞬間動詞とも言われるよ。なるほど。じゃあ変化動詞ドリルスタート。えあ、コップが割れてる。いいね。彼らは結婚してる。その調子。シュプリーム着てる。最高。ドクターマーチン履いてる。素晴らしやっべ、会議もう始まってる。い。いいけどやばい。ヤムチャが死んでる。はい、いい感じ。あれ A さん、顔に火薬がついてますよ。あ、やべえ。まさか A さんがヤムチャを。そう。何これ言いたい言葉っていうか、できるだけ言うようにしてるの、うんありがとう。あ、ほんと大事だよ。これ大事。このチャンネルでは自然な会話を紹介しています。今から使える自然な日本語を覚えたい人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。じゃあ最後の動詞の種類。形容詞みたいな動詞。形容詞みたいな。じゃあこの会話聞いて。ねえねえ、田中ってロックリーに似るよね。似る？これは似てるが正しいですね。そう。この4番目の動詞は常にているの形で使う。形容詞みたいな動詞なんだ。確かに、似てるって動詞って感じしませんね。他には優れてる、ずば抜けてる、ありふれてる、尖ってるなども形容詞みたいな動詞だね。これはもう辞書形とか気にしないで、ていると一緒に覚えた方が楽ですね。そうだね。A さん、この会話聞いてください。お、なんだ？佐々木って本読む？最近よく読んでる。じゃあ村上龍は読んだことある？村上龍なら全部読んでるから何でも聞いて。おう。最近よく読んでるって多分習慣だってことはわかるんですけど、辞書形も習慣ですよね。その違いはわからないし、読んだのは過去なのに、なんで全部読んでるからってているなんですか？いい質問。じゃあているの動詞の違い以外の意味2つを見ていこう。よーし、アイテムゲット。ちょっと今勉強から静かにして。今勉強してるから静かにして。Wi-Fi つながらないな。ルーター。ルーター壊れてる。あれ、ギター。いや、弾けない。ギターある。ギター弾けるの？田中と佐々木、最近ずっと一緒にいるね。らしいよ。付き合ってるらしいよ。これ、私の母親。あ、すっごい。すっごい似てる。辞書形は習慣を表しますけど、ているでも習慣を意味するんですか？そうだよ。じゃあ違いは何ですか？じゃあこの会話を聞いてみて。高橋ってゲームする？うん、する。はい。辞書形でするって習慣ですね。そうだね。じゃあ次。高橋ってゲームする？うん、最近よくしてる。知ってるってているだけど、これも習慣ですね。どう違うかな？いや、ただ最近がつくか、つかないかの違い。その通り。
ているの習慣は最近とかこの頃とか期間を表す言葉と一緒に使うことが多い。なるほど。じゃあ辞書形は基本いつからいつまでって期間がないんですね。そうだね。ちなみにこれはさっきの4つの種類全部使えますか？全部じゃないね。動作動詞、あと変化動詞は習慣の意味で使えるよ。そっか。最近よく映画見てるって言えるし、最近よくナイキ履いてるって言えますもんね。そういうこと。僕は最近ウォーキングデッド見てます。僕も昔はよく見てたな。あと、ているは過去にも使えるんですか？そうそう。こんな感じ。ナルトはアニメ全部見てるから、俺結構詳しいよ。なんで全部見たからじゃないんだ。ビエはさ、ているの本質的な意味って何だと思う？動作動詞も続いてるって意味だし、変化動詞も結果が続いてるだから、続いてるって意味？そうそう、そういうこと。だから過去にしたことでも、現在の状況に続いてる。つまり、今に関係があるなら、ているを使うことがあるんだ。なるほどね。今、ナルトに詳しいのは過去に読んだからか。そう、過去が今に関係ある。だからこの使い方は、過去にしたこと、プラス、なんで今と関係あるかってことを一緒に言う場合が多いよ。ほう。他に例文ありますか？例えば、本当にフルマラソン走るの？大丈夫？うん、2年前に1回走ってるから大丈夫。ああ、一回走ったのは過去だけど、今その経験があるから大丈夫って言いたいから走ってるか。そう、過去の経験が今に関係ある。なるほど。これもさっきの動詞の分類では動作動詞と変化動詞の2つが使えますか？その通り。そうか。ちなみにじゃあ普通に走ったからでもいいですか？問題ないよ。この使い方のているは普通に多形を使っても大丈夫。おー、じゃあ今に関係があるかわからないとき。例えばフルマラソン走った経験があるか聞きたいときはどう聞けばいいですか？じゃあそれは次回の動画、動詞の過去について紹介するよ。お願いします。Are you looking for the best party while learning Japanese with ordinary Japanese speaks like this? You are able to 勉強自然な日本語できますね。なんで関西弁？はい、ているの基本は終わったから、ここからは番外編。さらにもっと日本語を勉強したいって人は見てね。じゃあ4つ紹介しよう。まず1つ目、知る。はい、基本の動詞ですね。これ質問するときはどう聞く？例えば、エヴァンゲリオンって知ってる？そうだね。質問のときは知ってる。じゃあイエスのときは？知ってるって聞かれてるから、知ってる。じゃあノーのときは？知ってない？ここが注意。これ否定は知らないなんだ。ているで聞かれてるのに。そう。これはちょっと特殊な例だね。覚えていこはーい。う。じゃあ2つ目。状態動詞でもている。状態動詞って基本的にあるとかいるで、ていると一緒に使わないですよね。そうなんだけど、中には一緒に使える動詞もある。そうなんだ。例えば、異なる、異なってる、含む、含んでるとか。確かに。でも映画版とアニメ版は異なる、異なってるとか、あんまり意味に違いはないですね。そうだね。あとはできるの可能とかね。これは意味の違いがありそう。西本は泳げる。だとただその能力を言ってるだけだけど、西本が泳げなくて、でも教えてたらだんだん上手くなって。泳げてるって言えますね。そうそう。前はできなかったけど、今はそれができるって時間の区切りがあるからね。こんな例もあるのか。じゃあ3つ目、思う
思うか。基本今現在でも辞書形で使いますね。ミスターロボットは面白いと思う。みたいな。そうそう。じゃあそれが自分じゃなくて相手とか第三者なら。 A さんはミスターロボットが面白いと思う。なんか変。そうでしょ。思うは現在でも辞書形だけど、二人称つまり相手、三人称つまり彼とか彼女なら思ってるになるんだ。確かに A さんは面白いと思ってるならわかるな。でしょ。現在自分が思う、相手が思ってる、誰かが思ってる。人によって変わるのか。これはなんで？彼は悲しいがおかしいのと同じ理由だね。他人の考え、気持ちはわからなくて断定できないからってことか。日本人の心情は察しと思いやりよ。美里さん、じゃあ最後、形容詞みたいな動詞でも多形？優れてるとかずば抜けてるは常にているじゃないんですか？そうなんだけど多形になるケースもある。どんな時？例えば彼は優れた社員だとか、ボルトはずば抜けた記録を持ってるみたいな。名詞の前につながってますね。そう、この動詞の種類は常にている。でも名詞の前につけると多形を使うこともある。なるほどね。意味の違いはありますか？ないから安心して。 OK。今日の動画はありふれた内容じゃなかったからいろいろ新しいことを勉強できました。ありふれてる動画作っても面白くないからね。今回の漢字コーナー、本質。何かの一番中心の大事なことって意味ですね。そうそう。勉強の本質はいい大学に行くことじゃなくて好奇心を満たすこととか。この会社の問題の本質は景気が悪いからじゃなくて社長です。みたいなね。そうそう。自分の考えに惑わされないで本質に気づけるようになりたいね。ねえ。